皆さんこんにちは。この動画はお姫様手帳を1年間使ってみたレビューです。私はこの手帳をライフログや日記帳として使いました。実際の記入した漢字とか、うまく書けなかった漢字とかも合わせて、この素敵な手帳のすべてのレイアウトを一緒に振り返っていただきたいと思います。ちなみに私の執事さんは松岡修造です。この手帳は自分のことを書くページからスタートします。何が好きかとか、何が得意かとか、自分のことを書くだけなのにまるで哲学者みたいに悩んでしまって結構時間がかかったんですけど、楽しい自己分析タイムを過ごしました。一番上は少し隠れてますが、今年大切にしたい3つのことを書いています。自分自身のメンテナンスの方法や取説のコーナーとか、時間やお金があればやってみたいこととか、自分の理想の一日について朝の習慣、昼、夜と分けて書く欄があります。これは去年の終わりに書いたものですが、今読み返しても本質の部分は変わってなくて、特別なことをやるよりも日々の小さな幸せが大事って感じですね。ウィッシュリストのページは見開き2ページあって全部で100個書けます。私の場合はカテゴリーを4つ作って縦に書いていってます。勉強、研究、遊び、楽しみ、健康、美容、その他いろいろ。達成したらマーカーを引いたり、気が変わってやめたら取り消し線を引いたりしてます。次のページはウィッシュリストを達成するための年間プランのページですが、実はここ白紙のままです。ここは12個書けるので、ちょっと趣向を変えて毎月の世界と国内ニュースを振り返って記録したいなと思ってます。今年自分がどんなニュースに着目したかっていうのも記録として残せたら面白そうかもって思ってるのですが、どうでしょうかね。未来レターのページは10年間の長期の目線で書くページです。ここは自分流にアレンジさせてもらってやらないことリストとして使ってます。今年手放したい習慣を書いてそのための方法も書きました。月の初めのワークはその月のテーマや目標を書いておくことで自然と意識に定着させていく取り組みです。目標を達成した未来の自分になりきってメッセージを書く欄もあります。私は箇条書きで書くことが多いです。これは私だけなのかあるあるなのかわかりませんが、1月のページというのは手帳の中で一番文字が綺麗です。マンスリーの左端のこの可愛い記入欄に何を書こうかなってずっと悩んでたんですけど、結局その月の MVP を書く欄にしました。1月は太陽光。本当に当たり前なんですけど、やっぱり日光浴ってメンタルにいいんだなぁとしみじみ感じた真冬の1ヶ月でした。日付の欄にはその日のハイライトを一言で残しています。このやり方がすごく便利で、ウィークリーページに書いた内容を検索しやすくなりました。お姫様手帳にはこのような世界一美しいハビットトラッカーのページがあって、1ヶ月に3つのハビットが設定できます。達成したらお花に色を塗っていくのですが、これが本当に楽しかったです。私の場合、1月は筋トレ、睡眠、砂糖立ちの3つでした。右側のフリーページにはその月に関連する紙類を貼っています。ウィークリーページは左からハッピー、アンハッピー、ギフトとメッセージなのですが、一般的なウィークリーレフトのレイアウトとしても使えます。私は日記として使ったので、特に枠の制約なく書いてます。写真を何枚も貼る週もあれば、ひたすら文字ばかり書いていた週もありました。毎日その日あった幸せなことを思い出しながら書いて、この日は白桃が美味しかったってことを一生懸命書いてますが、スマホの写真をプリントして右の大きなスペースに貼るというスタイルがやりやすかったです。この日はお昼に食べた美味しいメニューを記録して写真を貼って、つながりが迷子にならないように日付スタンプを押してます。ウォーキング中の景色が素晴らしかったこの日は、特にアンハッピーの欄に書くことがなかったので、撮った花の写真をすぐ隣に貼りました。思ったより大きくて
翌日の欄どうしようって感じです。月末の振り返りのページです。今月良かったこと、学んだこと、改善点、自分へのねぎらいの言葉を書く欄があります。月の初めのテンションと比べると結構温度差があったりして面白いし、私の2025年は AI にハマりすぎていたようですね。チャット GPT の 4O モデル大好きです。年末に書く1年の総括ページはこれから書きます。この日記帳は自分以外に見せる前提で書いてなかったから、あんまりたくさんお見せできるページがなかったんですけど、まあ日記ってそういうもんだよねとお許しください。来年の日記帳はまだ決めてないんですけど、お姫様手帳にするか、このグリーティングライフのシックにするか、これから突然別の候補が現れるのか、今のところ全く未定です。こちらのシックさんを日記として使うとすると早4年目になります。中身がめっちゃ可愛いので、こちらもまた紹介したいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。これからも手帳の紹介や実際に使ってみたレビューをご紹介したいので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。